こんにちは、刺繍のトリコです。今日はこちらのこの映える枠、映え枠を作っていきたいと思います。この映え枠、囲むだけで何でも素敵に見えちゃうんです。ぷっくり立体的で、もはやこれだけで映えます。このステッチ、なんていうか知ってますか？ケーブルステッチと言います。あんまり聞き慣れないステッチ名ですよね。普段あまり使わないステッチかもしれません。でも、このぷっくり感、めっちゃ可愛くないですか？刺繍を始めたばかりの方でも、可愛い、私も作れるようになりたいと共感してくださる方のために、今日はこの映えるケーブルステッチのやり方を紹介していきます。動画の後半部分では応用編としていろんな形の枠も紹介していますよ。お楽しみに。ケーブルステッチを刺繍する前に一つだけ、ジャーマンノットステッチって聞いたことありますか？こんな感じのステッチなんですが、フレンチノットステッチよりも粒が大きくしっかりした形のものです。このジャーマンノットステッチを連続してつなげたものがケーブルステッチになります。連続して作るのでぷっくりと立体感が出るんですよ。では早速ケーブルステッチを作っていきましょう。今回は刺繍糸6本、玉結びから始めます。この番号順に刺していくんですが、まずは1の裏から出して2に入れて3から出します。1と2の間に線ができています。この線に糸を2回巻きつけます。ここで注目ポイント。巻きつける方向と糸を引く方向に気をつけましょう。巻きつける方向は必ず上からです。上から下にくぐらせます。そして糸を引く方向は必ず左です。2回目も上から下に糸をくぐらせ、左から糸を引きます。この時必ず糸の上に針が来るようにしてくださいね。この状態で針を入れるとジャーマンノットステッチになります。今回はケーブルステッチですので、連続してステッチを作っていきます。1回巻きつけたら4に針を入れ、5から針を出します。今度はここの線に糸を巻きつけていきます。上から下に糸をくぐらせ、左に糸を引きます。ステッチを潰さないようにゆっくりふんわりがコツです。2回目も上から下に糸をくぐらせ、左に糸を引きます。針は糸の上を通ります。同じように6から針を入れ、7から出します。この線に巻きつけていくので、上から下に糸をくぐらせ、左に糸を引いて、2回目も上から下に糸をくぐらせ、左に糸を引きます。針は糸の上を通ります。あとは同じようにステッチを繰り返していきます。巻きつける方向と糸を引く方向に注意です。間違えるとどうなるかというと、巻きつける方向が違う場合、下から上に巻いてしまうとこんな感じです。全然ふんわりになりません。糸を引く方向が違う場合は、上から下に巻くのは合っていても、糸を引く方向を右にしてしまうとこんな感じ。こちらも全然ぷっくり立体的にはなりません。ですので、巻きつける方向と糸を引く方向は気をつけてください。8に針を入れ、9から出します。この線に巻きつけていくので、上から下に糸をくぐらせ、左に糸を引き、2回目も上から下に糸をくぐらせ、左に糸を引きます。針は糸の上を通ります。
同じように刺繍を続けていくとぷっくり立体的なケーブルステッチを刺繍できます。ちなみに裏側はこんな感じになっています。例えばこんな感じの刺繍を作ってもう少し華やかにしたいなって時はケーブルステッチで囲んじゃいましょう。綺麗に刺繍したいので線を描くことをおすすめします。こんな感じです。刺繍始めはどこから始めても大丈夫です。刺繍糸は6本、玉結びから始めます。1の裏から針を出し、2に入れ3から出します。この線に糸を2回巻きつけ、4に針を入れ5から針を出します。今度はこの線に糸を2回巻きつけます。細かいやり方がわからなくなった方は前半のやり方講座をもう一回見てみてくださいね。6に針を入れ7から針を出します。この線に糸を2回巻きつけます。同じように刺繍していきます。皆様すでにお分かりのように先ほどまっすぐ刺繍していたものを丸く刺繍しているだけです。最後はこの辺りに入れて裏に糸を絡めて終わりましょう。枠を刺繍する前に比べてとっても華やかになりました。先ほどは楕円形の枠を作りましたが、実はいろんな形を作れちゃうんです。四角形やひし形や丸など、その他にもこんな感じのデザイン性のあるものまで作れちゃいます。一度ステッチのやり方を覚えるだけで結構自由自在にお好みの枠が作れますよ。気分や刺繍の雰囲気によっていろいろ変えてみてください。今日はシンプルな刺繍やワンポイント刺繍をした後、もう少し飾りたいなって時にとっても役立つステッチ、ケーブルステッチを使って映える枠を作ってみました。動画前半のステッチ講座でもお話しした通り、巻きつける方向と糸を引く方向、この2つに注意するだけで刺繍を始めたばかりの方でも作れちゃいますよ。はじめはちょっと難しそうに見えますが、最後までこの動画を見てくださったあなたなら大丈夫。一緒に刺繍を楽しみましょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。